ルミナシア王国の聖なる神殿で聖女ヒミは毎朝静かに祈りを捧げていた。彼女の仕事は空間を浄化し、目に見えない悪意や汚れを消し去って王国を守ること。しかしヒミの魔法は派手な光を放つわけでも雷を落とすわけでもない。まるで部屋の窓を開けて心地よいそよ風を吹き込むような、あまりにも自然で目立たないものだった。今日も街の隅々まできれいな空気で行き渡ったかな。額の汗を拭い、ヒミは柔らかく微笑む。だが地味で真面目な彼女の努力を周囲の人間は誰も理解していなかった。それどころか派手な奇跡を好む大司教はヒミを見るたびに鼻で笑っていた。そんなある日、突然の悲劇がヒミを襲う。大司教が冷酷な声を神殿に響かせたのだ。ヒミよ、お前を聖女の座から解任し、この国から追放する。あまりの衝撃にヒミは思わず聞き返した。大司教様、どうしてですか？どうしてだと？お前が毎日遊んでいる間も我が国の平穏は保たれている。つまりお前の浄化魔法など何の意味もない無能の証明だ。来月からはもっと派手な光の魔法を使える高貴な令嬢を新しい聖女として迎える。お前のような役立たずは今すぐこの国から出ていくがいい。大司教の背後にいる他の神官たちもクスクスと意地の悪い笑みを浮かべている。誰もヒミの味方をしてくれる者はいなかった。彼女が毎日どれほどの汚れを一人で肩代わりし、この国の平穏をギリギリで支えていたのか知ろうともしなかったのだ。そんな、私はただみんなを守りたくて。言い訳など聞く耳を持たないと言わんばかりに、ヒミは気の身気のままで神殿から、そして住み慣れた王国から放り出されてしまった。重い鉄の城門がガチャンと冷たい音を立ててしまる。夕暮れの寂しい風がヒミの薄い修道服を揺らした。頼れる家族も行くあてもない。私、これからどうなっちゃうんだろう。ヒミはポロポロと涙をこぼしながら、とぼとぼと隣国へ続く暗い森の道を歩き始めるのだった。国境の森は昼でも暗く、不気味な静けさに包まれていた。ルミナシア王国を追い出されたヒミは切り株に腰掛け、小さく身を縮めていた。これからどうやって生きていけばいいんだろう。急な裏切りへの悲しさと未来への不安で胸が押しつぶされそうだった。その時、草を分ける音がして一人の青年が姿を現した。ヒミはビクリと肩を揺らす。しかし現れた青年を見て彼女は思わず息を飲んだ。輝く金色の髪に吸い込まれそうなほど美しい緑色の瞳、仕立ての良い赤色のマントを羽織った彼はおとぎ話から飛び出してきた騎士のように気高かった。おっと、驚かせてすまない。いや、まさかこんなところで君に会えるとは。青年は驚いたように目を見張ると、すぐに優しく微笑み、ヒミの前でそっと片膝をついた。君がルミナシア王国の聖女、ヒミ殿だね。私は隣国アウローラ王国の第一王子、ディエンという。君をずっと探していたんだ。王子様？混乱するヒミにディエンはまっすぐな視線を向けた。我が国は昔から空気や土地のエネルギーの流れを読むのが得意でね。数日前からルミナシア王国の結界が急激に弱まり、不穏な邪気があふれ出すのを感じた。そして調べを進めると、国を支えていた偉大な聖女が追放されたと聞いたんだ。偉大だなんてとんでもありません。私の魔法は地味で、大司教様からも何もしていない無能だと言われてしまいました。ヒミがうつむくと、ディエンは優しく、しかし強い口調でそれを遮った。それは
大司教の目が曇っているだけだ。君の浄化魔法はただ邪気を払うだけでなく、空間そのものを優しく包み込み癒す力がある。あんなに完璧で美しい結界を維持できるものを私は他に知らない。君がいてくれたからこそあの国は平和だったんだ。誰が否定しようと、私は君の実力を、君のしてきた努力を認めている。初めて自分のしてきたことを誰かが正しく見ていてくれた。その事実が日々の傷ついた心にじわりと温かく染み渡っていく。我慢していた涙がポロポロと頬を伝ってこぼれ落ちた。泣かないで、愛しい聖女。我が国へ来ないか？君のその素晴らしい力を今度は私たちのために貸してほしい。もちろん君のことは全力で私が守る。リエンはヒミの小さな手をそっと包み込み、王子らしい品格と一人の男性としての情熱を秘めた瞳で見つめてきた。本当ですか？そのまっすぐな優しさとかっこよさにヒミの胸はドキンと大きく跳ね上がるのだった。ディエン王子に手を引かれ、ヒミがアウローラ王国へ向かおうとしたその時、地響きとともに遠くの空がにわかにかき曇った。ルミナシア王国の方向からどす黒い邪気が爆発的に立ち上ったのだ。これはまさか魔物の大群か？ディエンの表情が険しくなる。ヒミという不正室の聖女を失った王国は瞬く間に結界が崩壊し、溜まっていた汚れに引き寄せられた魔物たちに襲撃されていた。ヒミ、あの国の人々は君を傷つけた。だが放っておけば世界中に最悪が広がる。私と一緒に聖なる山へ来てくれないか？ディエンが指さしたのは両国の国境にそびえる聖なる山だった。そこには世界の調和を保つ伝説の岩の竜が眠っているという。はい、私のせいで誰かが傷つくのは嫌です。行きましょう、ディエン様。ヒミは力強くうなずいた。二人は急いで山頂へと駆け上る。山頂に到着すると、そこには巨大な岩でできた竜の像が鎮座していた。しかし押し寄せる魔物の邪気のせいで、岩の竜は今にも闇に飲み込まれそうに黒ずんでいる。魔物の勢いが強すぎる。ヒミ、浄化を任せてください。ヒミは両手を掲げ、全魔力を込めて祈りを捧げた。彼女の体からかつてないほど清らかな純白の光があふれ出す。光は波のように広がり、山を覆っていた黒い霧を次々と消し去っていった。セイクリッド。ヒミの祈りに呼応するように岩の竜の体が眩しく輝き、今にも動き出しそうなほどリアルな姿へと形作られていく。しかしあと一歩のところで光の供給が止まった。どれだけヒミが魔力を注いでも竜は眠ったままだ。まるで最も重要な最後の仕上げが欠けているかのように。どうして？姿は完璧に蘇ったのに何かが足りない。焦るヒミの前に邪悪な魔物の影が迫る。その時ディエンがヒミの前に立ちはだかり、剣を抜いて魔物を一刀両断にした。そして振り返ってヒミの震える手をぎゅっと握りしめた。怖がらなくていいヒミ、よく見てくれ、竜の目を。ディエンに言われ、ヒミははっと竜の顔を見上げた。竜の姿は完璧だったが、その瞳だけがまだ濁った岩のままで光がない。物事の最も大切な仕上げを画量転生という。この竜を本当の神として完成させられるのは世界で君の祈りだけだ。君の純粋な思いをその瞳に灯すんだ。私を信じて。ディエンの緑色の瞳がまっすぐにヒミを映していた。彼のぬくもりが手から伝わり、ヒミの胸に無限の勇気が湧き上がる。はい、私たちの未来をお守りください。
ヒミは叫び、残るすべての力を一粒の光の雫に変えて竜の目へと放った。パチッと音がした。竜の瞳に美しい生命の輝きが灯る。まさに画竜転生の瞬間だった。ガオー。眠りから覚めた聖なる竜は天高く鳴き、その圧倒的な神聖な光によって世界中の邪気と魔物を一瞬にして完全に浄化してみせたのだった。聖なる竜の光が世界を包み込み、ルミナシア王国を襲っていた魔物たちはきれいに消え去った。空には雲一つない美しい青空が広がっている。聖女様。そこへ遠くから馬車が駆けつけてきた。中から現れたのは衣服を泥で汚し青ざめた顔をしたルミナシア王国の大司教たちだった。彼らはヒミの姿を見つけるなり地面にひざまずいた。ヒミ、いや聖女ヒミ様、お願いです。どうか国へ戻ってきてください。お前があれほどの結界を張っていたとは知らなかったのだ。新しい聖女では魔物を防げなかった。頼む、戻ってまた我が国を守ってくれ。調子のいい言葉を並べる大人たちにヒミが戸惑っていると、すっと彼女の前にディエン王子が立ちはだかった。お引き取り願おう、大司教。ディエンは冷徹な眼差しで彼らを見下ろし、毅然とした態度で言い放った。私はアウローラ王国の第一王子ディエン。彼女の価値を理解せず無能と罵って追い出したのはそちらだ。ヒミはただの道具ではない。彼女の優しい心を踏みにじった者たちに再び彼女を預けるつもりはない。これからは我がアウローラ王国が彼女を国賓としてお迎えする。王子の威厳に圧倒され、大司教たちは何も言えなくなり、こそこそと逃げるように去っていった。言ったよ。静けさが戻った山頂でディエンはヒミの方を振り返った。その表情は先ほどとは打って変わってとても優しく、少し緊張しているように見えた。ディエンはヒミの手をそっと取り、その緑色の瞳で彼女をまっすぐに見つめた。ヒミ、君が最後に竜の目を輝かせたあの瞬間、私の心も君の光で満たされた。君は世界の危機を救った素晴らしい聖女だが、私はそれ以上に君という一人の女性に心惹かれているんだ。ディエンはヒミの前にひざまずき、ヒミの手を取った。私の国へ来てほしい。聖女としてではなく、私の最愛の妃として。生涯をかけて君を幸せにすると誓う。私と結婚してくれませんか？ディエン様。ヒミの目から今度は嬉しさでいっぱいの涙があふれ出た。自分の力を認め、自分自身を心の底から愛してくれる人が目の前にいる。はい、私でよければ喜んで。ヒミが微笑んでうなずくと、ディエンは立ち上がり、彼女を優しく抱きしめた。祝福するように聖なる竜が空を優雅に舞い、二人の頭上にキラキラと光の粒を降らせる。地味で孤独だった聖女は最高の理解者である王子様と結ばれ、これから始まる輝かしい未来へと幸せそうに一歩を踏み出すのだった。